セットサンドペーパーで忘れてた定規シリーズの補足ですけど、サンドペーパーね、割と皆さん使われる方もおられるけど、これ中国の工場でやってました。サンドペーパーの、後ろに透明なガムテープありますよね。透明なガムテープ。透明なガムテープ。ああ、透明なガムテープで補強します。でかいセロテープみたいな。そう、でっかいセロテープですね、例えるなら。でもこういうルーラー定規か何かで綺麗なカーブを描いていただいて、ちょっとマジックでいっちゃいましょう。はい、ルーラーでこのカーブを描いてあげて、これダーツ定規ですね。でダーツ定規やっぱカーブダーツ、当てが合うのにやっぱり綺麗に縫いやすいんですが、なんか量産工場なんかは結構これでテープで補強しとく方が長持ちするんですって。ああ、なるほどねって。それいただきだがパクっちゃおうで破れん感じです。そうなんです。でこのガムテープ当ててるから、布も強いんですよね、薬に。そうですね、確かに。こんな感じですね。とかもしくはこれ2紐ですよね、これ。PP バンドとか PP テープとか、PP ベルトっても言いますもんね。これで少しこうカーブ作って、そのカーブダーツを縫う時に、この定規で擦らしてね、これで縫われる方もおられます。結構でもこれ400番のやつですけどね。まあそうか、使う番手にもいろいろありますね。好みとか。400番よりは粗いやつは使わない方がいいやろね。まあそうですね。布傷つけちゃいますもんね。こんな感じですね、猫道さん。まあ好みによりますね。あと工場が薄ければ薄いほど番手は細かくします。僕は1000番とか1500前後使ってたんで。ただね、1000番1500番ね、紙しかない。ああ、そうか。これあくまで布用サンドを使う場合か。これの方がね、結局その丈夫というか、まあそうか、長く1本で使って対応したいって場合は、中国なんか量産工場で、じゃあダーツひたすら1日に本当にまあ1000枚もそうひたすらダーツ縫いますよっていう、やっぱり紙では耐久性ダメなんですよね。そうか、耐久性も考えてゲージ一つ。これ本当皆さん割と、これ本当中国とかのベトナムの量産工場でやってた本当僕逆にパクってきたパターンですね。耐久性もありそうです。そう布でやってるからもう結局絶対破れないですよね。こうやって破れるか。いや、誰もそうやって破やらないですよ。誰も破ろうとしないですよね。でやっぱり綺麗に本当このダーツを最後綺麗に消してあげたら、やっぱこのヒップとかのこの綺麗にラインを出すのにパターンのまんまだと本当まっすぐなるからペカンペカンとなっちゃいますね。そうですね。これがカーブダーツで縫ってあげることによって本当スーッと綺麗なそのヒップラインが再現できるんでね。皆さんだけどまあ2番センチ3番センチになっちゃうんですけど、こういうやり方もやってましたよって、もう僕も実際これで何か縫う時には使ってますっていうことで一応ご紹介です。ご参考になれば幸いです。